急になんか怖そう。すごいいい景色だな。でもまだ7キロあんだ。まだそんなにあんのか。こんにちは。人を巡る旅はみに行くチャンネルです。すごいわ。昨日の宿泊地からオロフレ峠を目指して山道を登っています。昔は北海道有数の難所として知られた道内屈指の絶景スポット。これ下がってくんの。おお、すごい。下がってまた上がるんだね、きっとね。オロフレ展望台からは太平洋、倶多楽湖、洞爺湖、羊蹄山など雄大な景色を楽しむことができ、そのスケールの大きさは圧倒的。冬には幻想的な樹氷の景色が有名なようです。いい天気だな、本当に。オロフレ峠ではテレビドラマ西部警察のロケが行われたことがあるそうで、その時に谷に落とした車が未だにあるとかないとか話題になっていました。昔のテレビは豪快ですね。目的地は右側。すごい観光バスもいる。ね、急に広くなって。目的地は右側です。お疲れ様でした。本当だ、ここで終わりなのね。大観望。おう俺は近づかない方がいいかな。ちょっと行ってみれば。そんなでもないのかな。そんなでもない？おー、いい景色。雲海が見られる時もあるそうです。何も出てこないね。出てこなくていいんだけど。いてくれる。見えれば。そう。右方向です。続いて右方向です。カルルス温泉。カルルス温泉駐車場ってあっちになってんな。ちょっと見てきたらそこで時間潰しててもいいよね。ね。なんかちょっと食べるとこでもあればいいんだけどな。日本の名湯オロフレ。そう。オロフレそう。鈴木旅館っていうのを探してんだけど。右方向ここだ。です。続いてです。聞いてくるね。あ、日帰り入れるかどうか今日。あれ入浴。あ、本当だ。あ、 1時から。1時からって書いてあるな。じゃああっち行くか。猫がいる。猫が。そう、猫がいっぱいいるって書いてあったな。この温泉は世界的な名泉カルルスバードに匹敵するような温泉地に発展させたいという願いからカルルス温泉と名付けられたそうです。てっきりアイヌ語が語源かと思っていました。まずは日帰り開始が早かったオロフレ荘にお邪魔します。宿泊か。とかじゃないの。そうかね、そうだね。元湯オロフレ荘はカルルス温泉の総湯元。湯元ならではの豊富な湯量の源泉かけ流しが人気。お昼間無料開放600円。1886年、室蘭郡役所員が登別川上流の調査をしていた際に発見。1899年の開湯時には共同浴場と旅館1軒のみでしたが、日露戦争の後期に旭川陸軍の指定する養領地となったことで全国的に有名になりました。1957年に北海道で第1号、全国でも12番目となる国民保養温泉地に指定。
エレベーター、階段なんですね。この時に現オロフレ層の場所に湯小屋を建てたのが湯本オロフレ層の始まりです。牛か。階段を降りてお風呂に向かいます。ここに大浴場と小さめの露天風呂があります。高温の浴槽はキリッと熱く身が引き締まるいい感じ。癖がなくてさっぱりしたいい温泉でした。トロットロでよかった。しかし天気良すぎ。続いて隣の鈴木旅館さんにお邪魔します。明治32年に開設した旅館寿館が鈴木旅館の前身。明治43年に寿館から鈴木旅館と名称を変更されたそう。あれ猫が一匹もいなくなっちゃった。妻が先に入っていた時は看板猫が出迎えてくれましたが、今は誰もいませんね。お風呂一人お願いしたいです。正面のシュズルカを今開けてください。はい。有温泉。かっこいい。なんとなく湯治宿の名残がある趣ある館内ですね。お湯を集めと聞いていますが、どうでしょうか。暑い。涼しい。広いな、ここは。あっちも客室だ。ここでご覧としたらもう起き上がれないな。無料の休憩室があります。暑い。俺が通ると猫が一匹もいないんだけど。さっき私3匹で1匹中入れちゃってさ、入っちゃってよかったんですかって言ったらダメですって言われた。もうずっとちゃったもん。中に入んないって言うからさ、ここで止まんのかと思ったらさ。6月12日なんだね。そう。はい。ウポポイにやってきました。アイヌ文化を学び体験できる国立施設です。広いね。ウポポイはアイヌ語で大勢で歌うことという意味。どうすれば。静かな空気の中でアイヌ文化に触れられる場所として人気があります。
っちゃんが1、2ってやった方が確実だよね。園内は広大、移動用に園内バスが通っていました。はい。こちらの画面使うので、はい。はい。広い。アイヌの住居が展示してあるエリア、ここではアイヌの歌を教えてくれました。たくいこばえかいやおかいやおはいくまらんてじゅじゅほいやおほいやおほいやおその他にも実際のアイヌ式住居を見学できました。なんです。でこの神窓はその地域によっては高くて、屋外ではアイヌの楽器や舞の実演を行っています。っていうのは神様に伝えたいことがあったときは、火の神様が人間の言葉を神で、トンコリ？実はですね、上から頭、首で体があって、ここ見えづらいんですけど、ちっちゃい穴があって、これがおへそです。中には木の実やガラス玉が入っていまして、これが手元が上に映るんか。お土産でほら売ってる熊はあんまいらないなと思って、ちょっとこれは欲しいな。かっこいいじゃん、これ。かっこいいけどいらない。うちの前に置いといたら熊来ないかもよ。何の舞台飾って口に加えてんじゃないのこれ、死んじゃうよ、あんなとこそしてて。いや、ちょっと。モコが待っているので、ショーなど時間がかかるものはなるべく避けて見学しましたが、勉強にもなってなかなか楽しめるところでした。こっち止めて歩っていく人も結構いるだろうな。いるだろうね、近いからね。こっち無料だもんね。国道36号線を登別の方向に少し戻って温泉を探します。撮ってる？撮ってる。でかいね、こうやって見ると。ね。止まる？すごいね、このクマ。怖いよ。顔が。鮭も顔怖い。あ、本当だ。すごい怖い顔してるね。約1500名収容できる店内に約100台止まれる駐車場。店内では巨大な水槽で約200匹のカニにホタテ、アワビ、ツブ、ウニなど、その時の旬に合わせた生きた海産物が用意されています。でかいね。意外とでかいね。ほら、サイズ感が分かる。これでかいね。本当にこのサイズなのかな。こんなの出てきたらどうしようもないよね。マジで？新鮮な海産物と評判のラーメン、団体客がバスでどっとやってきても対応できるキャパがあります。どこに止めればいいんだろう。大衆大人ってどういうこと？どこにアイスだったかな。
この中で食べてる。あ、そっか。うん。いいよ。どこに食べればいいんだろうな。いい感じだね。古城浜温泉エリアにある24時間営業の源泉かけ流し温泉。地元常連にも車中泊族や深夜ドライブ勢にも人気の使い勝手が異常にいい温泉です。花の湯温泉は1987年開業。現在は家族経営で守られていて、どこか昭和っぽい空気感が残るのも魅力。あ、こっち。いただきます。550円でこんなにいいお湯に浸かっていいんでしょうか。最近稀に見るトロトロでした。屋内の雰囲気も落ち着く感じ、広すぎず居場所がちゃんとある感じが好印象でした。休憩室で休んだり家族風呂もあるそうです。ありがとうございました。トロトロなんですね、お湯がね。はい、そうなんです。びっくりしちゃった。どうも。最近稀に見るトロトロのお湯だった。これ550円は安いだ。古城浜近辺には小規模の温泉が点在していました。どこも良さそうな感じ。ひときわ気になったのがここゲストハウスたらこ湯さん。ペットと一緒に宿泊できて温泉も楽しめる場所です。日帰りは毎週木曜日のみなので入れませんでしたが、タイミングが合えば帰りにでも宿泊してみたいですね。車なんか止まってくる。誰か止まってんのかな。数キロほど東へ移動して別の温泉にやってきました。ここは妻の順番、私とも子は車で待機です。ここだけ、ここまでは届かね。じゃあね。古城浜温泉の老舗旅館として知られる源泉 100% かけ流しの温泉宿。特に有名なのが男女合わせ300坪という巨大な庭園露天風呂。朝食バイキングも人気のようで、夜働いてここに来て温泉と朝食をとる方もいらっしゃるようです。待ってたの？白老から国道36号線を平井に移動して今夜の寝床に向かいます。夜間でも閉鎖されない駐車場で車中泊も可能、公衆トイレも冬以外は使えるそう。逆を見てた。すげえな。綺麗だな。地元の方にすれば笑っちゃうかもしれませんが、道外から来ると走ってるだけで感動の連続。こんな広い景色なかなか見れません。一生珍しく走ってるよ。それが最高速度かな。
baby can't be found. だよね。 I left that こ place こ in だけ砂で。 summer. Swore I'd あ、 be 焦げた。 back by fall. ああ、来たぞ、来たぞ、来たぞ。おい。 I left that place in summer. Swore I'd be back by fall. いいのがなかったからね。そうかなと思った。 Now the porch is bare and broken, よっと。 and her name's gone from the wall. はい、久々の鍋。肉もちゃんとあります。ちゃんとあります。ちくわだけじゃありません。ほい。お、白い。ほい。ほい。 Heard the church bell moaning 久しぶり。 down on Beale Street side. うん。なんだろう、後々がすごくなってます。 Heard the church bell moaning 甘酒っぽいね。 on Beale Street side. Sounded like forgiveness for the tears I try to hide.